どうも、松さんです。さあ、今日も週刊チェルシー日記やっていきたいと思います。本日は今週あったチェルシー関連のニュースについて振り返っていきたいと思います。本日もクラブワールドカップ、そして移籍関連のニュースをメインにお伝えしていきたいと思います。まずはクラブワールドカップ準々決勝パルメイラス戦についてお話ししていきたいと思います。結果は2対1で勝利いたしました。クラブワールドカップ終了後加入が決まっているエステバン・ウィリアン擁するパルメイラスとの対戦だったんですけれども、このエステバンに同点弾を決められてちょっとパルメイラスペースではあったんですが、終了間際にオウンゴールという形にはなりましたけれども、なんとか準決勝進出を決めることができました。カイセドが出場停止であったりですとか、急遽リース・ジェームズが出場できなくなってしまい、アンドレイ・サントスが先発に抜擢されるなど、イレギュラーはあったものの、なんとか勝つことができました。その中でも触れておきたい点で言いますと、新戦力のジョアン・ペドロの活躍ですね。チェルシー加入が発表されてすぐにアメリカへ飛び立ち合流をしていきなりチェルシーデビューを果たしました。前評判通りうまい選手だなと思いました。前線でためを作ることができ、ボールも失わずにキープできる。そして守備の意識も高いということで、マレスカの戦術にぴったりじゃないかなと思いました。サイドで起用された際もシュートへの意識というところが他のウィンガーの選手に比べて高いと思いますので、ジョアン・ペドロの得点というのも期待したいなと思いました。次に対戦するのがチアゴ・シューバー擁するフラメンゴになります。またしても南米対決、そして我らがチアゴ・シューバーとの再会ということになります。チアゴ・シューバが在籍していた頃はチームとしてのまとまりもなく、ただただ若いチームを支えてくれたお父さん的な役割だったので、カンファレンスリーグも取って一回り大きくなったチェルシーをチアゴ・シューバに見せたいなと思います。イエローカードの累積でデラップとコルウィルが出場停止となりますが、このジョアン・ペドロの才能も分かったことですし、心配なく戦えるかなと思います。続いて移籍に関するニュースでございます。まずは公式から発表がありましたジョアン・ペドロ、そしてジェイミー・ギッテンスの加入ですね。ピアウィ号段階で僕も動画を出してしまったんですけれども、ようやくチェルシー公式から発表がありました。ジェイミー・ギッテンスはですね、移籍金の方が4850万ポンドプラス350万ポンドでの契約となります。このギッテンスもドルトムントでクラブワールドカップ出ておりましたけれども、すでに敗退してしまったということでチェルシーに帯同しているみたいです。そして移籍の噂についてなんですけれども、驚きのニュースが飛び込んできました。マドゥエケがアーセナルと個人合意をしたということみたいです。とあるソースでですね、ジャクソンとマドゥエケは今夏ほぼ確実に対談するだろうと言われていたんですけれども、そのうちの一人マドゥエケの対談が濃厚となってしまいました。ロマーノ氏の報道によりますと、2030年までの5年契約ですでに選手側も承諾しているということみたいです。あとは移籍金がどうなるかというところなんですけれども、チェルシーは5000万ポンドを要求しているみたいで、そこの折り合いがどうなるか次第でマドゥエケの放出も決まるんじゃないかなと思われます。マレスカ監督とちょっとしたいざこざがあったみたいですし、マドゥエケのパフォーマンスの不安定さ、それから彼の姿勢というところには少し疑問を抱いていたみたいですので、そういった面で放出が決まったんじゃないかなと思われます。マドゥエケは僕もすごい好きな選手ですし、本当に調子が良ければもう誰も手がつけられないウィンガーだと思うんですけれども、やはりパフォーマンスに波がある点であったりですとか、ちょっとふてくされたりしてしまう点はどうなのかなと思っていた部分はあります。それからエステバンの加入ですとか、来シーズンにはジョバニ・クエンダの加入もありますので、遅かれ早かれ放出候補になっていたんじゃないかなと思いますので、このタイミングで売るのも一つの手なんじゃないかなと思います。それから同じアーセナル関連でいきますと、アーセナルのヌアネリにチェルシーが興味を持っているみたいです。現在アーセナルとの契約延長交渉を行っているヌアネリなんですけれども、もしアーセナルと新契約が結ばれなかった際にのみヌアネリに対してオファーを行うという報道が出ております。
これに関してはマドゥエケとは別契約になりますので、トレードとかそういったことではないみたいです。ヌワネリもね、非常に才能のある若いウインガーですし、この選手がどれぐらいの出場機会を望んでいるかわからないですけれども、バックアッパーとしては非常にいい選手かなと思います。それからウェストハムのモハメド・クドゥスについてですね、現在チェルシーも獲得を狙っているクドゥスなんですけれども、現時点ではトッテナムが移籍濃厚と言われているみたいです。クドゥス自身はね、トッテナムへの移籍を望んでいるそうですが、ウェストハムはトッテナムからのオファーを拒否したみたいで、チェルシーの動向を現在伺っているということみたいです。クドゥスはね、試合見ていても本当にドリブルのリズムが独特な選手だと思いますので、ここのウインガーの動きというところ、非常にこの後注目になるんじゃないかなと思います。今日の演奏。Qué bien que se están portando, ¿eh? ¿Quién se está portando bien? というわけで、本日の週刊チェルシー日記以上でございます。チェルシーサポーターからしますと、ベスト4に残ったこと、非常に嬉しく思います。ここまで来たらね、優勝を狙ってほしいんですけれども、バイエルンのムシアラがね、大怪我をしてしまったということで、どうしてもサッカーには怪我というものはつきものですが、いつチェルシーの選手たちもこういった怪我が起こるか分かりませんので、細心の注意を払いつつ、上をね、目指してほしいなと思います。そして、ムシアラの早期回復を願っております。本日も最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。